はようございます。たかしです。本日は8月20日火曜日、ただいま9時32分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたいもしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。昨日の冷やしは分かりやすい形、長い下髭の陰線になってきております。上がったところは売られやすいんですが、下がれば買われやすいっていうのが分かりやすい。そんな冷やしになってますね。基本的に今冷やしの GMMA は下向きですので、下落トレンド中。なので上がったところは売られやすくなります。そしてなおかつストキャスティクスはデッドクロスしてきておりますね。本日も朝方から少し強めの下落をしておりましたが、基本的にはこういった感じで、上がったところは売られやすいので、戻り売りで考えていくのが分かりやすそうです。そして現在は直近の下落に引いたフィボナッチリトレースメントの 61.8% 付近で反発してますので、ここを上抜けてこれるのかどうか。ただここ上抜けてきてもすぐに GMMA の青帯があるので、やはり直近の高値192円付近を上抜けたとしてもすぐに売られやすい、そんな試合ではありますね。なおかつ今、ストキャスティクスがデッドクロスしているってことは、昨日長い下髭ではあるんですが、本日もやはり上値は重くなるだろうっていうのがここからもわかります。では4時間足です。4時間足は直近ずーっと下落トレンドだったんですね。こちら側、GMMA の青帯が下向きで下落トレンドだったものが、ここのところ先週付近から少しその雰囲気が変わってきております。じりじりと上昇はしているんですね。ただ基本的に4時間足の下落トレンドを崩したわけじゃないので、昨日とか本日の朝方みたいな急激な円高っていうのも起こりやすいんですが、今 GMMA の青帯、今までずっとこちら側では超えられなかったこの青帯を超えてきているんですね。昨日もこれ下落して下抜けたりもしているんですが、今上昇へ転換しようかというところにありますので、トレードはすごく難しくなると思います。ただ上がったところは先ほど冷やしてみていただいても分かったように GMMA の青帯がすぐ上にあるんです。ということは4時間足単位では今上昇方向に向かいやすい、そういう動き方をしているんですが、上がったところはやはり売られやすいので、上昇を待って売っていくか、下落を待って買っていくか、そういうトレードになりますね。逆に言うと、こういう昨日みたいに上がったり下がったりと分かりにくい動きをしがちなところ、レンジみたいな動きになってきておりますので、自信のない方はトレードは控えていった方がいいと思います。昨日なんかも強く下落してきて、そこに飛び乗った方っていうのはその後の急反発で、また損切りをさせられるみたいな、打っても勝っても負けやすい相場になっておりますので、こういうところ、もう少しこの日足の GMMA がすぐ上にあるのと、今4時間足の GMMA でサポートされているみたいな、そういう分かりにくいところにあるので、ここをどちらかに抜けてからの方がトレードはやりやすいと思います。例えば4時間足の GMMA を下抜けてからの下落についていく、もしくは日足の GMMA を上抜けてからの上昇についていくっていう、そういう考え方ですね。なのでその辺の動きを待ってから次の動きについていくトレードがやりやすいと思います。では1時間足です。昨日の下落で明確に下落トレンドを作ってきてますね。ここにこういう下落トレンドを作ってます。本日も一旦上昇したんですが、結局昨日と一緒ですよね。昨日も一旦上昇してからの強い下落、そして本日も一旦上昇してからのそこが騙しになっての下落になってきております。この下落トレンドが継続するのかどうかっていうところに注目ですね。もしこの下落トレンドが継続するのであれば、再び昨日の安値付近まで下がってくるでしょうし、もしこの下落トレンドを崩してくるのであれば、昨日の高値を上抜けてくるでしょうしというところで、先ほど4時間足で見たように、4時間足の GMMA と日足の GMMA で挟まれたところにありますので、上がったところは売られやすいし、下がったところは買われやすいので、基本はこの下落トレンドを見ておく。この下落トレンドを崩してくるのであれば、そこで一旦は上昇についていってもいいかもしれませんが、まだ4時間足の下落トレンドを崩しておりませんので、上昇についていくよりは上がったところから売っていく方がトレードはやりやすいと思います。ですので、いつものようにアラートを仕掛けるのであれば、例えば昨日の安値とか、昨日の高値、このあたりにアラートを仕掛けておくっていうのが分かりやすい。そこを抜けた方についていくっていう感じでしょうか。トレーディングビューまだご利用でない方は、概要欄に URL を貼っておきますので、いろいろなラインを引いたり、アラートをつけたりと、使い勝手のいいチャートツールになってますので、良ければ無料登録できますし、ご利用してみてください。
では次はドル円を見ていきましょう。ドル円もポンド円と似てますよね。昨日は比較的長めの下髭をつけております。ただポンド円ほど上昇は強くないというところですね。こちらも 61.8% 付近からの下落になってます。ストキャスティクスも下落中。なので基本的には上値が重くなるという風に考えておきたいですね。ただ GMMA の青帯までもう少し距離があるので、もう少し上昇してくるのかなというところは考えておきたいです。基本は GMMA の青帯下向きで下落トレンド中です。では4時間足です。こちらもポンド円と同じく昨日は下落、円高方向への動きが強かったですね。今 GMMA の青帯横ばいですので、現在はレンジ、上がったり下がったりという方向感のない動きをしてくるというふうに考えておきたいです。昨日の安値付近、ここの辺意識されていますよね。過去もこの辺も意識されておりますので、昨日の安値をレンジの下限、そして、この金曜日の高値、このあたりをレンジの上限ですが、この辺意識されてますので、148円付近は上値が重くなってくるポイントですので、昨日安値145円付近まで下落してくれば、そこは底堅く動きそうですし、ただ上昇した場合、148円付近は今度上値が重くなってくるので、145円から148円の間でのレンジ、148円を上抜ければここですね、150円手前ぐらいまでの上昇を考えておきたいです。現在 GMMA の青帯が横ばいってことは、上昇下落っていうのが方向感なく起こりやすいので、相場に振り回されないように注意が必要です。では1時間足です。4時間足ではレンジですが、1時間足は今下落トレンド中ですので、この下落トレンドを崩すまでは、基本はこの下落の流れに乗っていくっていう考え方です。本日もわかりやすいですよね。一度上昇して、そこからの下落になってます。昨日と同じですね。1回上昇してからの下落。本日も1回上昇してからの下落になっておりますので、この下落が続くのかどうか。下落してきた場合は、昨日安値付近はダブルボトムの意識をしておきましょう。そして GMMA の青帯を上抜けてきた場合は、先ほど4時間足でこの値幅でのレンジという風にお話ししましたので、GMMA の青帯を上抜けると、もしかするとこの上限ぐらいまでの上昇の可能性がありますが、まずはこの辺ですね、先ほど言っていた148円付近、ちょうどこの赤線付近になるんですが、この辺、上昇してきた場合はこの辺りまでをイメージしておく。この辺りから再び下落に向かうのか、ここを上抜けるとこの辺りまでの上昇、みたいなそんな考え方を持っておくと分かりやすいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。